はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねお元気ですかってね、いつもこういうふうにね、あなたに、お話し始めるんですけども、柴崎ね、ちょっとね、コロナになっちゃいまして、はい。もう80近くてコロナってのはなかなかきついですね。でもね、おかげさまで、見ての通り、復活しました。はい。それで、復活の、お知らせと同時にですね、そのコロナに柴崎になる前に、大阪で行った個展のちょっとお礼があります。ありがとう。もうね、ちょっとね、会場ね、わかりにくいとこあったんだよ。あったんですけども、しかも暑い中ですね、35度、8度、暑い中、なんと、おいでくださった方がですね、3500人以上というね、大盛況でした。ねえ。本当にね、30人ずつの人にね、こう区切りながら入っていただいたんですけども、もう引きも切らず、ね、本当におかげさまでもう柴崎、もう燃えに燃えました。燃えすぎてちょっとコロナになっちゃったんだけどね。で、そういう展覧会だったんですね。でもその後ね、いやー行きたかったんだけど行けなかったとかね、残念っていうね、コメントもたくさんいただきました。ありがとう。またね、展覧会やるからね、待っててください。で、その時ね、作品、ね、たくさん展示したんですけども、その作品とその作品をですね、ジブレ版画に直してお届けしますよというのも同時に、展示、お知らせしたんですね。で、会長にお見えになってくれたあなた方ね、そのジブレ版画に興味ある、ぜひ購入したいっていう方でも、お家に帰ったらね、どうしていいか分かんなくなっちゃった。どうしましょうっていうね、またお知らせ、お問い合わせも、これも結構たくさんいただいてるんですね。でそこで、今回の展覧会の、作品、ジュグレ版画ですね、は、こうやったら購入、あるいは詳細が見れますよというお知らせ。これはこの動画のね、この概要欄にね、掲載しておきますからね、見てください。もちろん展覧会に来れなくてね、どんな作品、どんなジグレ版画があったのかね、ご興味ある方も見てください。ね。はい。まずこれがね、柴崎の現在のご報告と、展覧会のご報告御礼、そしてジグレ版画のお知らせでした。さて、ということで早速、今日のテーマです。これですね。よいしょ。ね。見たことあるでしょ、これ。ね。クレヨンなんだけどね。100均で売ってるクレヨンです。ね。もう柴崎ね、もう知ってる通りね、アートクレヨンという抜群のクレヨンをね、作ったんだけども、それでもね、身近手軽に、手に入るね、100均のクレヨンではどうかっていうことで、今ちょうど夏休みでね、お子さんたちも絵を描くだろうと思いますので、この手軽に手に入るこのクレヨンで、今回はあなたも、そしてあなたもね、よく知っているあれを描いてみたいと思います。さあ、この100均のクレヨンでね、どこまで楽しめるか、ぜひね、見て、あなたも一緒に描いてみてください。では、行ってみますよ。また描き終わったらお会いしましょう。はい。さあ、それじゃあね、やってみましょうね。今日使うのはね、この100均で買った、ほら、オイルクレヨンですよ。18色ですね。はい。もう、誰でもね、手に入りやすい形です。そして、カッターナイフですね。あと、この柔らかな紙です。はい。この3つですね。100均のクレヨン。もう、だいぶ柴崎も使い込んであるんですけどね。はい。では早速これでいきますよ。まず、こんなね、黄土色から塗っていきます。
何を描くかね、あなたがよく知っているあれです。一度ね、何を描くかそれを楽しみにね最後まで見て、そしてもう一度ね是非これを参考にしてね、あなた自身も描いてみてくださいね。はい、ピンクです。このようにザクザクザクっとね乗っけていきます。こんな感じかな。はい、オレンジ色ですね。全体でこう今暖かい色が積み重なっていくという手順です。そして今度はちょっと冷たい色のブルーですよ。空色ですね。はい、ここです。こんなところもあった方がいいかな。こっちもやるかな。こんな感じです。紙の白を残しながらね、これはもう徹底的にこの空色を塗ってしまいます。さあ何が始まったか分かった？ここで。はい、今度は、紫色ですね。今塗った空色のところに重ねていきます。はいね、ここのところもちょっとこうやっていこうかな。こう空色だからここにもねこの紫色を重ねます。だいぶ色にこう変化ついてきたでしょ。もう100均のクレヨンね、もうとてもほらこう伸び伸び楽しく描けます。だからもしねあなたも手に入るようだったら使ってみてくださいね。はい、茶色赤というような色が重なってきましたよ。こんな感じです。そして白ですね。白をちょっと乗っけていきましょう。今まで塗った色をちょっと落ち着かせるためにも白を重ねます。はい、では少しずつですね、こんな色を重ねながら今日描くものの形をここで作っていきますね。ほらこんな形なんだけど、どう分かってきたかな？あれだよね。はい、さあ今度は緑ですね。緑を重ねます。こんなんだよ。またこの、色っていうのはね、一見こう友達になりにくそうな色っていうのもね、こう一緒に使ってあげるとね、とっても色にねこう深みというかね変化が出るんですね。さあ緑を塗って見えてきましたね。ここのところも緑にちょっと塗ろうかな。ここはね雲なんだけどね。そしてこれが青空ですね。はい、こんな具合です。雲の形を作ってますよ。ね、もくもくっとした雲がね空に大きく広がってます。そしてこっち、いやもうちょっとこういう色が乗らないな。こういうこともあるね。色が乗らない、しょうがないからこういうところは少し時間を置いてからねまた塗っていきましょう。だからこっちだと乗るね。はい、こんな感じです。今実はこれ日陰の部分を塗ってるんですけどね、ほらここ日陰のとこ塗ったらなんか日向の形を見えてきて、柴崎何を描いてるか分かってきたでしょう。そうなんですよ、あれですね。そうゾウさんです。はい、いいでしょこれ。ぜひ夏休みの宿題にもあなたも書いてみたらどうかな。そうね、耳を大きく広げたアフリカゾウを今書いてますね。はい、さあちょっと折れちゃってるな。はいね、薄橙でねちょっと汚れてるから掃除しながら重ねますね。だんだんこう原色の後でこう明るい中間色も大事になってきますね。柴崎いつも絵描く時の手順ってこう分かってきたと思うけども、最初は結構はっきりした色でしたでしょ。
さあ今度はカッターナイフですよ。これでこう引っかいて明るい形を作ります。当然アフリカゾウだからこれ牙だね。はい、今度は黒ですね。少し間を置いたからちょっと乗るようになったかな、色がね。ほらね、思い切って暗くすると明るいところとのね境目がはっきり分かってきて、形がだいぶこうね分かりやすくなったでしょう。はい、ね、これ後ろ足からお腹のあたりですね。こんな感じだよね。赤です。やっぱりこのアフリカのね、生命感あふれるそういう自然と強い日差しですね。そしてそこに生き生きと生きているアフリカゾウっていうためにですね、このくらいねはっきりした赤や黄色があったらいいですよね。はい、また空色を重ねましょう。これ円形の遠くの方の風景、そしてこれがアフリカの青空ですね。まあこの100均のクレーンはあんまりねこう色を重ねたり伸ばしたりっていうのがねあんまり得意じゃないクレヨンなんだけども、まあ、それでもこんなにね安い値段で手に入って絵が楽しめるっていうのはもう嬉しい限りですね。はい、また空やゾウさんの暗いところ、そしてねこの、サバンナですね、そこに生えている遠くの木を今描いています。こうするとこの風景に変化も出るし奥行き感も出るしゾウさんの大きさも表現できますよね。こうやってゾウさん描くだけじゃなくてそれを見せるための対象物っていうのをねこう描いていくっていうのは絵としてね、絵がその、ゾウさん自身の存在をより際立たせるためにも大事なんだよね。はい、また黄色を重ねてますよ。ゴシゴシとものけてます。これは日陰の部分ですね。どうかな、ゾウさんがねこっち向かって歩いてくるように見えてきたかな、だんだんと。ねえ、どうかしら。はい、またホワイトを使ったりしてね、ちょっと遠くの要素の色をこう画面の中にグッとこう押し込んでます。こんなとこもですね、たくさん色を重ねましたので今白で混ぜました。はい、でもやっぱりさっき言った通りやっぱ強い色は必要ですね。アフリカのねエネルギーあふれる大地、そして生命力いっぱいのゾウさんっていう感じだからね、どんどん色を重ねていきます。こうだよね。どうかな、ずっとこうね力強くなってきてるでしょ、全体の絵がね。ではここでまた引っかきながら少し細かい感じですね。ゾウさんのお顔結構シワシワなんだよね。こういう鼻のとこなんかもねこう横にこうしまってか、シワっていうかねありますから、そういうのをこの引っかくことで作っていきましょう。こんな感じだね。そして黒だね。で引っかいたとこの形を少し強くですね書き起こしてます。ブルーで牙ですね、こんな感じ。そして黒でさらに日陰の暗い感じというわけです。ほらどう、アフリカゾウになってきたかな。こんな手順で書いていけばねきっとあなたにもね書けますからね。これ見終わったらねぜひ挑戦してみてくださいね。さあここでもうとにかく色を使いましょうね。ね、この100均のクレヨンだってあれだけ色数があるんだからね全色使ってみましょう。はい。
でグーンと暗い、また黒なんかだね、ぐーっとこの辺暗くしちゃいます。これを暗くするとね、この草原にね強い日差しが当たったように見えます。これは絵のね対比の効果というわけだね。明るいものに対して暗いもの、暗いものを描くことによって明るいものが見えるわけです。さあ最後に黄色でこの草原のね強い日差し描きましたよ。ここも日差しの色ですね。どうかな。はい、これで出来上がりなんですけど、楽しんでくれたかなね。でこれを参考にあなたもお嬢さん描いてね。さあこれでちょっとゴミを払ってね、出来上がりです。よいしょっとね、ゾウさんでしたよね。どうですか。もちろんいつもね使ってる柴崎のいいクレヨンとはだいぶ違うんだけどね、もう塗っていてボロボロカスが落っこったりね、もうちょっと色が乗らなくなっちゃった部分もあるけども、しかしね、手軽なクレヨンでここまでやっぱり描くと描けるんだよね。ぜひね、本当にこの夏休み、お子さんのあなたも、そして親御さんのね、ご父兄のあなたたちもね、一緒に描いてみましょう。ね、クレヨン画を楽しむ夏休み。さあ、そのね、少しでも参考になれば、柴崎もとても嬉しいです。はい。ということですね。今回もね、最後まで長い時間見てくれて本当にありがとう。柴崎も体力だんだん回復してきましたからね。このままますます、元気にあなたと一緒にね、また違うテーマ、違う作品でお会いしたいと思ってます。もう本当にね、夏風邪だけなくてコロナも流行ってるからね、人混みに出るときは油断せず楽しくやっていきましょう。はい。では、またお会いしましょうね。どうもありがとう。はい。またすぐにお会いします。元気でね。ありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴集メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴集のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか。会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。